ようございます。おはようございます。です。はい、今日はこちらにお見えになられてますケンさんを、ゲストにお招きしまして、テスラのことについてね、いろいろ根掘り葉掘りケンさんに聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でこのケンさんはですね、毎朝ですよ、テスラに関するニュースをですねお届けしておりますので、ぜひね皆さんチャンネルを覗いてみてください。じゃあ早速、はい、行かせていただきます。まず私が聞きたいのは、どうして、モデル Y を、買ったのか、あと知ったきっかけとかをそうね。はい。テスラをそもそも知ったのは2010年ぐらいですね。2010年ぐらいに知りました。で、もともとイーロン・マスクは知ってて、でイーロン・マスクがペーパル作ったじゃないですか。だからペーパルをもともと使ってたので、そのペーパルを作ったイーロン・マスクっていう名前は知ってて、そのイーロン・マスクがペーパルをやめて、次に電気自動車を作るっていうのは知ってたんです。で、それを知ったのはちょっと2010年ぐらいで、あの時にいやいやもう自動車業界って言ったらトヨタやらフォードやらフォルクスワーゲンやらもう確固たるメーカーがいる中に、今から一からね、それも電気自動車の車なんか作ってうまくいくわけないじゃないっていう感じで僕は思ったわけですよ。ただイーロン・マスクはペーパルも作ったし、もしかしたらすごいことするかもしれないなっていうぐらいで知ってたんですよ。それが2010年ですね。でその後、福岡は、僕福岡なんですけど、福岡の、ソフトバンク、野球のソフトバンクのペイペイドームっていうのがあって、そのペイペイドームの横にヒルトンホテルっていうホテルがあるんですよ。でそこに大体なんか年に1回ぐらいそのクリスマスの時とか家族でちょっと食事とかしてたんですよね。でそのヒルトンホテルにテスラが入ってたんですよ。でその食事行った時にちょっとここテスラが入ってるんだと思って興味本心でそこに行って見るっていうのはしてたんですね。でも当然 X と S しかないし、値段がすげえ高いし、自分とは全くもって縁がない車っていう感じだったんですけど、でも未来的だしかっこいいしっていうことで、そのヒルトンに行けばテスラにちょっと寄ってみるっていうのをしてたんですね。である日、同じくヒルトンに行ってテスラに行こうかなと思ったらテスラがなくなっててあれテスラがなくなってると思ってもう撤退したんだと思って、これで完全にもう縁も何もないなって思ってたんですよね。で自分の頭の中からテスラっていうのは完全に消えてたんですけど、消えてて、知り合いが同じくガジェットとか好きな人間で、その知り合いとちょっとテスラの話をしたことがあって、それが、モデル Y がアメリカで発表された時に、なんかテスラ新しい車出したらしいよみたいな。で、SUV でみたいな感じで、見た時に、これめっちゃかっこいいやんってなって、で、モデル Y かっこいいな、でもきっとこれまた値段高いんでしょって思ったんですよ。で、この値段が安ければいいな、日本で発売すればいいなぐらいだったけど、どうやって買っていいかもわからないし、もう福岡でヒルトンからもなくなったし、でも自分とはちょっと縁がないだろうなって思ってたんですよ。で去年の夏ですよ。で福岡はそのペイペイドームの近くにマークイズっていうショッピングモールがあって、多分こっちの辺にもあると思うんですけど、でそこに用があって、行ったんですよね。で行った時にそのマークイズにテスラの店があるっていうのを知って、ヒルトンからマークイズに移ったんだっていうのをそこで知るんですよ。で、そのマークイズでの用事を済ませた時に、奥さんにちょっとテスラが入ってるから見るだけ見ていいって言ってちょっとテスラに寄ったんですよ。でテスラに寄ったらモデル Y があるじゃないですか。でもう置いてあったんですね。そう、これモデル Y だと思って、これっていつぐらいから発売されてるんですかって聞いたら、いやつい2ヶ月前に日本に入ってきましたみたいな感じで言われて、そうなんですかってなって、そこでそのお店の人が試乗しますかって言うから、試乗できるんですかって言うんで、できますよって言うから、じゃあちょっと試乗させてほしいって言って試乗した瞬間、これはすごい、これはやばいと思ってしちゃって降りて、市場から終わって降りて、お店の人からどうしますかって言われて、どうしますかって言われて、でそのまま買いますって言ってそのままそこでポチッとして買った。その場でそのマークイズ行く前は
車を買う、まあ、車もともとちょっと探してたんですよ、はいもう次の車何買おうかなって感じで、でもまさかマークイズに行ってそのまま注文して帰るなんて思ってもないですよね。そのままポチッとして奥さんも「え買うの?」みたいな。そうですよ、奥さんの反応がすごい気になりますね。奥さんは降りて僕がすぐ買うって言って「買っていい?」って言ったら「えとかって言うけどあなたがいいなら買えばみたいな。おー、すごい寛容な奥様ですね。そうですじゃあ買おうってなって買った感じですね。うわー、そうなんだ。じゃあ結構あれですかね、10年程度、まあ、テスラにあまりこう興味がないというか忘れてた時期があっての Y なんですね。Y ですね。だから3の時はもう全然なんか、全くもって知らないし、で、次自分が買う時に SUV が欲しいなって思ってて、でもともと僕ポルシェのマカンが欲しくて、はい、でマカンをずっと探してたんです。でマカン見に行ったりとかして、もう頭の中が完全にマカン一色で、周りにも次はマカンを買うって言ってたけどモデルバイを運転してあこっちだって思って。もうあれですかね、皆さん俗に言う乗ったら終わり。乗ったら終わりってパターンですね。乗ったら終わりです。もうポチッとしたみたいな。試乗したら結構終わりますね。そうなのでぜひテスラは試乗してほしいですね。そうですよね。ぜひ皆さん試乗をしていただきたいと思いますね。試乗したらすごいってきっとね思ってもらえる。びっくりしますよね。びっくりしますね。やっぱ加速がすごいじゃないですか。加速がすごい。でも子供たちが大喜び。子供受け良さそうですね。子供受けめちゃめちゃ良かったですよ。乗って天井がそもそもガラス張りで見える。そこでもううわすごいってなってで加速でキュンって言った時にもうあれがそうふわー楽しいとかってなるんですよね。子供たちは大喜びですね。大喜びですよね。そしたらじゃあその流れでちょっと聞きたいのが、やっぱり気に入ってるところ、好きなところ。ご家族がでもいいですし、ご自身がでも。好きなところは多分ね、僕一番好きなのは自宅で充電できるとですね。でもともとガソリンスタンドに行ってガソリンを入れる行為が嫌いだったんですよ。嫌いだったんですか。めんどくさい。だからガソリンが減ってきてガソリンスタンドに行かないといけないっていうのがすごく嫌で、そうガソリン入れるのがすごい億劫というかめんどくさいなって思ってたのが、で僕の場合戸建てに住んでるから家に帰って駐車場を止めてそのままプラグを挿したら充電できるじゃないですか、なんて素晴らしいんだろうと思ってもう何も一切無駄がないと。そう無駄がない。これはめちゃめちゃ便利だなっていうところですよね。で結構ね航続距離のことを言われる方多いですけど、多分そこは、ライフスタイルによるかなと思うんですけど、僕のライフスタイル上では何にも問題なかったですね。ないですか。何にも問題なかったですね。困ったことは一度もない。私もねないです。ないです。基本ないですね。いろいろ試したんですよ。実際に福岡から広島、福岡と鹿児島って行ったんですけど、往復は無理ですけど、行くことはできたし、でこの間長崎をブラブラしようと思って、福岡から長崎まで行ってちょっとブラブラして帰るってしたんですけど、それはもう全然道中一回も充電することなく帰れたんで、普段ちょっと遊びで行くぐらいでも全然何も問題にならないから400キロ程度ですね。なので航続距離は僕のライフスタイル上では一切何も問題はないですね。で充電も深夜電力でできるし、でテスラの場合何時から充電しますかって設定できるじゃないですか、だからもう自分の深夜電力の時間に予約して充電するんで、充電時間も何にも気にならないんですよ。だって家帰ってプラグさせておけば次の日の朝には充電終わってるわけでしょ。充電が溜まって全然僕そこは一番気に入ってますね。気に入るポイントはそこですか。気に入るポイントそこですね。なんか人が気にする充電が一番気に入ってる。いやみんなそうなんです。それで言うとちょっとケンさんにちょっと聞きたいなと思ったのが、逆にロングレンジを買われる方、買った方がいいんじゃないかなっていう人ってどんなライフスタイルの方だと思いますか。これちょっと僕定かではないんですけど、ロングレンジって電池を 80% 推奨でしたっけ。そうなんです。 100% 推奨じゃないですよね。ですよね。ってことは 80% になってくるとロングレンジ分が笑っちゃった。いやそうなんです。そうでしょ。そうレンジ分がパーになっちゃうってことでしょ。そうなんですよね。そうなんですよ。ってことを考えると僕は
RWD で十分じゃないかなっていう思ってます。ロングレンジ 80% って何キロですか？400キロ台乗ってますよね。全然 100% で今550ぐらい、モデル3だと550ぐらいです、そこからの 80% ってなってくるとやっぱここみんな440キロですでしょ。みんな迷われるじゃないですか。ここなんかテスラ買うときに皆さんやっぱ電気自動車だからって慎重になって、ここの2つは迷うところだと思うんですよ。ちょっとアドバイス的なのをこの動画でいただきたいなと。なので RWD は 100% 推奨じゃないですか。推奨です、はい、だから僕はRWD で十分じゃないって思っちゃいます、ですね。結局その運用できないロングレンジの 20% 分が、まあ、たまに 100% にしてねぐらいだから、まあ意味ないんじゃないかというところですよね。ねって僕は思いますし、この間僕モデル S ちょっと試乗に行ったんですよ、福岡の方にマークイズに行った時に店員さんの話して、でも一番売れてるのは RWD って言われてたんで、価格もそうだし、そのロングレンジと、ね、RWD の価格分と 80% 推奨を考えると、僕は個人的には RWD で十分じゃないかなって思います。ですよね。航続距離についてもそうだし、テスラって全然差がないじゃないですか。外装もほぼ、内装もほぼ、全く下位モデルと上位モデルの差がないので、唯一パフォーマンスだけですもんね。そうですね。なんかロゴとかついてるぐらいなんで、ね、それでもそれと考えると RWD で十分なんじゃないかと。いや僕は多分次買い替えする時も RWD すると思いますね。運転も前が軽くて、フロント側が軽くて楽しいかもしれないですね。パワーはちょっとないけれどもみたいな。でもパワー今のでも結構十分ですよね僕的にはね。よっぽどなんかポルシェとかから乗り換えない限りはわかんないですよね。大丈夫だと思いますよね。いやそれは思いますね。RWD で、はい、そんなところですよね。ちなみに僕はロングレンジなんですけど、毎回 100% 入れてます。そういう方もね、劣化を気にしない。実際劣化ぐらいは体感してますか？いや、ほとんど今なくて、でも結局その通常仕様のバッテリー劣化と 100% 充電した時の劣化した時って結局2年後ぐらいかなは結局交差するんですよ、その劣化って。だから別に早く劣化するか後で劣化するかの違いだけだったと思ってて、なるほど。だから自分はもう100% 入れていたんですけど知らなかった。2年後ぐらいにはもうそう、確かにね、ちょっと数字正確じゃないですけど、そのグラフみたいなのをハイライトされてる見たことがあって、そこで交差してたから、だからあんまりそこは気にしなくてもいいのかなっていう。そしたら全然 100% 入れてても。そうですね。ただやっぱりアラートは結構出ます。やっぱり推奨値みたいなアプリとか画面上にもたまに出てくる。やっぱ本当はあんまり良くないのかもしれないです。じゃあ例えばもう結構月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいちょっと遠出するような人はロングレンジの方がいいかもしれないですね。普段は 80% 充電しておいて、ちょっと遠出する日だけ 100% にしてみたいな感じでするといいかもしれないですね。じゃあちょっと月に遠出が多い方はロングレンジがいいかもしれないですね。なるほど。でも高いですね。価格差考えるとやっぱりスタンダードレンジがやっぱコスパいいんじゃないかなって気が。まあ今のハイランドでいうとざっと100万円程度。100万円です。100万円はちょっとでかいですね。100万円です。これは大きいですね。で航続距離しか違わないですよね。多分。航続距離と内装がアルカンターラかどうか。っていう。だけど RWD の内装全然いいです。全然別に。全然いいですよ。全然良かったですあれ。見たんですけど。外装ホイールもう差別化なくなっちゃったんで、100万の価値があるのかどうかそこ次第でしょうね。次もテスラを買いますか？僕はテスラを買いますね。次も買いますね。もう同じモデル。僕はモデル Y は乗り続けますね。次多分マックス5年乗りますけど、5年経って買い替える時もモデル Y は買いますね。もうそれほど気に入ってらっしゃると。っていうかテスラが今後どうなっていくのかを自分で体験し続けたいですね。
そうですね。実際今自分で YouTube でテスラ情報を発信してるじゃないですか、で、テスラってすごい将来10年後とか20年後どうなるか僕本当正直分かんないと思うんですよ。もうすっごい化ける可能性もあるし、最悪潰れる可能性もあるし、でも今歴史的に見て、もし例えばですよ、テスラが10年後とかに大成功して本当 FSD っていうのを確立して自動運転っていう技術、そしてその太陽光パネルから蓄電池で電気を貯めてそれを、車の充電にできてっていうところまで全てが完成した時に、いや、もし完成したら、はい、それを今リアルタイムで体験できるっていうのは、これ非常に面白いなと思ってるんで、なのでそれを考えるとテスラはやっぱり乗り続けますね。かなりイノベーティブな企業ですもんね。を今リアルタイムで経験できてるじゃないですか。これ多分ねすごい貴重だと思うんですよ。ですよね、だってね、宇宙産業を手掛けてる社長がやってる車屋さんですよね。いやだから本当まあ将来電気自動車がどれぐらいシェアを取るか分からないですけど、もし例えば電気自動車のシェアが今度 100% 近くなって、電気自動車が当たり前っていう世界になってきた時に、いやこれね、でもね昔はねガソリンと電気の派遣みたいなのがあってね、テスラも最初はさすごいシェアが低くてさみたいな話をしてるみたいな、だったら面白いなと思って、それをあの時実際自分たちはテスラ買って乗っててでこんな YouTube で情報発信してたんだぜって言えたら面白いかなと思って、その30年後とか40年後にね乗ってたんやでみたいな。でだからあの時はずっと乗ってるよって言えたら面白いなと思ってるんで、まあ、僕はテスラは乗り続けますね。でも正直ちょっとね2台欲しいんですよ。2台も欲しいんですか？2台欲しくて、でもう1台は、モデル S 欲しいんですよ。でそれは、そのバッテリーとかがどれぐらい持つのかっていうのをちょっと実験したいなっていう気持ちがあって、もう30万キロ、40万キロとかずっと乗り続けて、テスラだったら50万キロも全然乗れましたよっていうのを出してみたいなっていう気持ちが一つと、人柱じゃないですか。そう一つともう一つは違うメーカーの電気自動車にも乗ってみたいっていうのがあります。例えば BM の電気自動車とか、ボルボの電気自動車とかに乗って乗り比べっていうのをしたいっていう気持ちもあります。それをお聞きしていいですか？今乗るとしたら他何に乗りたいですか？電気自動車。電気自動車乗りたいのはBM じゃあ iX もしくはボルボ。C40。そうですね、あれ乗りたいですね。乗るんだったら結構ボルボなかなか評判良かったような気が。そうボルボ評判結構いいって聞くし、でこの間その BM の電気自動車を試乗した人と話させてもらってめちゃめちゃ良かったって言ってたんで、その BM とかボルボとか、まあ、将来的にそのトヨタが EV 出したらそのトヨタの EV とかを乗って乗ってみて乗り比べをしてみたいなと思っていう気持ちもあります。全然それはそれで違うものになってそうですもんね。できただから、だからその2つの気持ちがあるんですよね。モデル S を乗ってそれをずっと乗り続けたいっていうのと、いろいろな電気自動車を例えば年単位で1年ごとに買い替えて、今年はちょっとトヨタを買ってみましたとか、でこれとテスラを乗り比べてみますみたいなのをやってみたいなっていう気持ちはありますね。やりたいですよ。私もそういうのやりたいでしょ？やりたいですね。まあそれができるかどうかは自分の YouTube の伸び次第です。私も全然ダメなんで。伸びれば伸びるほどそれは実現可能になるかなと思うんですけどね。それをちょっとやってみたいですね。はい。じゃあ今日はこんな感じで第1回の対談をまたぜひ面白かったですね。またちょっとまだ聞きたいこと残ってるんですけど。聞いてください。いいです。いいですよ。ちょっとおまけみたいな感じで、テスラに欲しい機能。欲しい機能はだとかなんかまあ装備とかでもいいんですけど、欲しい機能は一つあって、バードビューが欲しいです。バードビュー。そうそう、バックで駐車するときにバードビューとフロントカメラが見れるようになってほしいです。そうか、今こっちとそう後ろは見れるけどフロント見れないじゃないですか。あれが見えるようになりたいですね。例えばその細いところをこうカーブするときに残り何センチですよっていう表示が出るじゃないですか。その表示プラスカメラで見たいです。段差があってその段差を認識してないこともあるかなって時もあるんで、フロントカメラが見えるようになったら嬉しいですね。ちょっともう見えないところありますもんね、どうしても。
そうですね。でフロントカメラが見えるようになって、あと駐車するときにバードビューとかになればいいなって思いますね。他社さんにはバードビュー結構ついてる機そうそうそう、能が。あと C っていうなら、今回サイバートラックが出て、そう V2H ができるようになったじゃないですか。あれをモデルL、モデル Y とかにも実装してほしいですね。欲しいですね。あれ欲しいですね。私もあれ欲しいです。あれついたら絶対に乗り換えますね。ね、はい。あの機能はちょっと欲しいですね。で、コンセントとかね、その日本用のコンセントがあれば最高に欲しいですね。お願いします。それちょっとすごい期待したいですよね。期待したいですね。そこは本当に。ぐらいですかね、今のところ欲しいなと思うのは。ありがとうございます。たくさんいい情報を聞くことができました。じゃあまた何か機会がありましたら、またぜひぜひ、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ケンさんのチャンネル登録とよろしくお願いします。いいねもお願いします。よろしくお願いします。ではまたね。